こんにちは、あつこです。今日は日本の年末年始についてご紹介します。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してください。それでは始めましょう。お正月とは、一年の最初の月、または新しい年を迎えることをお祝いする期間のことです。年神様という新年の神様をお迎えし、様々な正月行事や風習でお祝いします。年神様は新しい年の豊作や幸福をもたらすとされる神様です。1月1日のことを元日と言います。元日の朝のことを元旦と言います。1月3日までを三が日、1月7日までを松の内、1月15から20日までを小正月と言います。地域によって小正月の期間は異なります。日本の会社は12月29日から1月3日までお休みのところが多いです。お正月の準備、正月ことはじめ。正月ことはじめはお正月の準備を始める日です。12月13日頃から家の掃除や飾り付けを行います。大掃除。年末には家をきれいに掃除して新しい年を気持ちよく迎える準備をします。門松。門松は家の入り口に飾るお正月の飾りで、年神様を迎えるための目印とされています。鏡餅。鏡餅は年神様を迎えるためのお供え物です。大小2つのお餅を重ねることで、月と日、陰と陽を表しているとも言われます。年賀状。年賀状は昨年の感謝や新年の挨拶を込めて友人や家族に送るはがきです。通常、元旦に届くように12月中に準備をします。大晦日。大晦日は12月31日のことです。年越しそば。大晦日には年越しそばを食べます。細く長いそばは長寿や幸運を願う象徴です。紅白歌合戦。紅白歌合戦は大晦日の夜に NHK 日本放送協会で放送される日本の伝統的な音楽番組です。赤組女性アーティストと白組男性アーティストが対戦形式で歌を披露します。テレビ全盛期には視聴率 70% を超えることもありました。現在でも視聴率 30% 以上を記録する人気番組です。除夜の鐘。大晦日の夜、全国の寺院で除夜の鐘が108回鳴らされます。この108という数字は人間の中にある煩悩の数を意味しています。煩悩とは仏教の言葉で心の迷いを表します。
鐘が一つ鳴るごとに一つの煩悩を消し、来年は幸せな一年を過ごしたいという願いが込められています。お正月、初日の出。初日の出は幸せや豊かさをもたらす年神様と共に昇ると信じられています。日本で最も早い初日の出を見ることができるのは、東京の小笠原諸島にある父島です。初詣、新年の初めに神社やお寺に参拝し、健康や幸運を祈ります。日本で最も初詣の参拝者が多いのは、東京原宿にある明治神宮で毎年300万人以上が訪れます。初日の出や初詣に行く人のために、都市部では電車を終夜運転する路線が多くあります。おせち料理。おせち料理は新年を祝うために特別に用意された伝統的な料理です。おせち料理に入っているそれぞれの料理には様々な意味が込められています。例えば、数の子は子孫繁栄。黒豆は健康を象徴しています。私の好きなおせち料理の具は黒豆です。程よい甘さに煮えたお豆はとても美味しいですよ。お雑煮。お雑煮はお正月に食べるお餅の入った伝統的な汁物料理です。地域や家庭によって具材や味付けが異なります。西日本では丸いお餅、東日本では四角いお餅を使うことが多いです。お年玉。お正月には子供たちにお年玉と呼ばれるお金を渡す習慣があります。お年玉の相場はだいたい子供一人に3000円から1万円ほどで、年齢が上がるにつれて金額も増えます。親戚が多い私には少し大変な習慣です。初夢。元日の夜に見る夢を初夢と言います。富士山、鷹、那須が縁起の良いものとされ、それぞれ無事、高い、那須という意味が込められています。書き初め。書き初めはお正月にその年の目標などの言葉を筆で書く伝統行事です。通常1月2日に行われることが多いです。七草がゆ。1月7日の朝に7種類の野菜を使った七草がゆを食べて健康を祈る伝統があります。鏡開き。鏡開きはお供えに飾った鏡餅を食べる行事です。一般的には1月11日に行われ、皆の健康を祈りながらお餅をお雑煮やお汁粉にしていただきます。どんど焼き。どんど焼きはお正月の飾りや書き初めを集めて燃やす日本の伝統行事です。小正月に行われることが多く、その煙に乗って願い事が天に届くとされています。お正月の楽しみ。
日本の伝統的なお正月の遊び、羽子板、たこ揚げ、福笑いなど、日本ならではの遊びがあります。福袋。お正月には各店で福袋というお得な商品セットが販売され、それらを買うために多くの人が行列を作ります。福袋には通常、その販売価格の数倍の価値がある商品が入っています。しかし、福袋の中身は開けてみるまでわからないものも多く、その開ける時のワクワク感が魅力です。お気に入りの日本のお店やブランドがある方は、ぜひ福袋をチェックしてみてくださいね。年末と年始の挨拶。年末の挨拶。年末には良いお年をと挨拶します。これは良い新年を迎えてくださいという意味です。年始の挨拶。年が明けると、明けましておめでとうございますと挨拶します。続けて本年もよろしくお願いいたしますと伝えるのが一般的です。カジュアルな会話では、明けおめと略すこともあります。日本にはお正月を楽しみに待つという内容の童謡もあるほど、一年で一番大切な行事です。あなたの国の年末年始の過ごし方も、よかったらコメント欄で教えてください。それでは、良いお年を。そして、明けましておめでとうございます。本年も日本語オーディオラウンジをどうぞよろしくお願いいたします。2025年があなたにとって素晴らしい年になりますように。